はい、お疲れ様です。新玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。で、今回はね、植毛の方法の一つで、縞模様の入れ方。これをね、ちょっとね、解説した動画を作りました。でね、今回ね、オーダーで作ってた子がこの子です。で、このチャトラの子ね。で、この子はね、ちょっと、子猫の時に病気で、両目失明してしまったっていう、子でね、その子のオーダーが僕のところに来たんだけども、見ての通りちょっとね、片目摘出してて、で、やっぱり手術の後で顔がね、ぐっとこう引っ張られちゃったりして、このおでこのここのシワの入り方とかも、ちょっとね、特殊な感じで引っ張られちゃって変わってるんで、そういったところの植毛の仕方とかも含めて、ちょっとね、解説をしていこうかなと思います。僕は、顔の模様の入れるときは、後から縞模様を入れていくんだよね。で、体を入れるときはその植毛をしながら縞模様を入れていくので、その2通りのパターンを簡単にだけど解説しているので、参考にねしてもらえればいいかなと思います。はい、それじゃ本編いきます。はい、それではね、今回はこのチャトラの粉で植毛していきたいと思います。でね、これからおでこの部分やっていきます。で、今ね、これはね、マーキングしてます。で、このね、薄めの茶色いペンで、だいたい模様の形をマーキング。で、今この目の横はね、実際にもう植毛してます。で、こんな感じになっていきます。で、こう、いろんな色があると思うんだけど、メリノ使ってるんだけども、なんていうかな、市販の原色のままだと色が濃すぎるから、これ今ね、これ混ぜてるじゃないですか。この混ぜてる色は、こう、体メインに植毛してる色。それと、濃いめの茶色を混ぜて、あまり濃くなくしてあげる。ちょっと優しめの茶色にしてあげる。色をね、和らげてあげるって感じだね。で、まずはね、この目の下から入れていくかな。で、一度このベース色っていうかな、顔全体的にもう植毛しちゃってるので、そこのね、毛をね、こういう風に入れるところをしっかりと一回起こしてあげて、で、その隙間に入れていくっていう感じになるんだけども、で、これね、その植毛する時のこの毛の量、これね、気をつけないとすごい線が細くなったり太くなったりするから、で、多分ね、往々にしてこう太くなりがちだと思うから、なるべくこの細く入れるためにはこう薄く入れてあげる。で、こんな感じで、目の近くやるときはね、目玉に当たらないように十分注意してやるんだけども、今ね、スピード針で最初こう先っちょで先端でグッグッグッって少し入れて押さえつけてあげて、今はこの細針とかでね、刺していくと。で、刺したらこうやってカットしてあげて、で、色をね、少しぼかすっていうかね、こうなじませるために周りの毛を立たせてあげて、で、その時はね、3本針みたいなああいうので櫛のように研いであげたらすごくやりやすいから。でね、ここ今これ入れるでしょ。ね、ここも下書きの時もそうだし、こうやって毛を入れる時にも注意してほしいのはね、この角度、この模様の角度がちょっと違うだけで、全然似てなくなっちゃうから、すごいちょっと本当に細かなとこなんだけども、この入れる角度とか長さとか模様の入ってる位置っていうのは十分注意しなきゃいけないよね。で、今これすごいなんかくっきりしちゃってるから、これをこの3本針のやつとかでこう少し周りの毛を起こしたりなじませたりしてこうぼやかしてあげる。で、しっかりと分けて分け目をつけてそこに入れてあげる。あとこの量、毛の量っていうのはどれくらいですかって質問したくなると思うんだけども、これはね、向こう側が透けて見えるくらい、本当にすごく薄くていいです。で、あとは自分でやりながら、どれぐらいの量にしたらどれぐらいの太さになるのかなっていうのは、もうこれはもうね、自分で感覚つかむしかないです。で、まずはやってみるっていうところが大事ですね。こんな感じね。で、マジックで下書きしているところにどんどん入れていきます。で、今回の子はね、
眼球摘出手術をしてるから、こう片っぽのね今植えてる方の眼球がないから、こう顔がねこうやっぱりこうつり上がっちゃって、模様の入り方がすごい特殊になっちゃってるんだよね。でここはねこう斜めにこういう風に虎模様を入れていきます。なかなかねこれ本当忠実に再現するっていうのはすごく難しいし細かい話なんだけど、結局その細かくやるだけだからめんどくさがらずにどれだけ細かくやるか。僕もねあんまりそっくりにこう毛の模様とかは作ってあげれないからなかなか難しいとこなんだけど、写真ね見比べて、やるしかないです。であとねこの虎猫のパターンってあるじゃないですか。顔の模様の入り方のこう基準になるような。でそれをこう覚えておくと便利ですよ。これ今ね白っぽい毛を入れてるのは虎の模様のね横にこの子白い毛があるんで、そういうのも後から入れてます。こうやっぱりねこう顔の植毛の時にこう最初の植毛をしながらこの模様を入れていくっていうのは僕はねすごく苦手で、なぜかっていうともうすごくずれちゃうんだよね場所が。だからね僕はこう細かいところをやるときは、体の部分も含めてなんだけれども、正確な場所にやりたいときはこうやって後から模様を入れるようにしてます。ただデメリットとしてはちゃんと入れてあげないと抜けやすくなるので、そこはねしっかりと差し込んでね抜けないようにしてあげるっていう処置が大切です。あとねやっぱりそのうまくぼかしてあげないとなんか絶対に後から入れたなっていうのが見た目で分かっちゃうから、そこがなんか白々しくなっちゃうからね。後から入れることじゃ何も問題ないんだけど、見た目が白々しくなるのは問題だから、そこの処理をしっかりしてあげるっていうことで、特にねこの虎猫の時このおでこっていうかな、この眉間から頭の天骨に向けて集中する毛がここが一番複雑じゃないですか。でここの細かい毛をできるだけ表現してあげた方がリアルになるよねっていうとこかな、虎猫の場合。でやっぱりみんなここ、ね、大変だしこの細かく入れれないからこう太くなっちゃって、なんか頭ねここの模様が3本で終わっちゃったりとかさ、そうするとなんかね急にぬいぐるみっぽくなっちゃうから、できるだけ細かく入れたらいいよねっていうところでね、そこはもう頑張ってやるしかないです。あと結構この今目の上のちょこんってあるこのあるかないかわからないなこの虎模様なんだけど、こういうのも表現してってあげることでリアルさが増してくるんで、ちょっとねざっくりでひとまずこんな感じですね。はい、ここからはね体の植毛をやっていきます。でね使う毛色、ざっくりとなんだけどこんくらいの、4色混毛したもの、もちろんこれだけを使うのじゃなくてこれをねさらに混ぜ合わせてグラデーションで使ったりとかも部分的にしていくんで、配色はこんな感じだよっていう感じで見てください。すでにマーキングしてあるけどね、これはねもう体写真見てマジックでしっかりとね全体的に模様をマーキングしてあげます。今白いとこ先にねもう終わらしてしまってるけど、でこの白々しくない色も毛色にするためにはやっぱり細かく色のねパターンを変えてってあげるっていうことをしなきゃいけないです。やっぱりね最初の頃って根毛も大変だし植毛も大変だから、なんかほら虎猫って言ったら濃い茶色と薄い茶色ぐらいの2色から3色ぐらいしか使わないとすごいねなんかチャッチく見えちゃうので、やっぱりこの自然な毛色に見せるためにいろんな毛を混ぜて、あえてねこの綺麗に混ざってない毛を使うとかね、そういったところも自然に見せるテクニックの一つだよね。今こんな感じでまず色の配色をちょっと背中の中心部に向かうにつれて濃くなっていく。今ここは少し白っぽい茶色を今入れてんだよね。で次入れるのはこのさっきよりも濃い色に入れていく。だけど
不自然にならないように、今ちょっと部分的に白かったりするじゃないですか。そういうのも写真見ながら、どこを白っぽくしなきゃいけないかっていうのを考えながらこうやって入れていく。で、背中の中心部分にかけて濃い茶色になっていくから、そういう配色にしていく。だけどこの重ねるときにね、急に色が変わらないように気をつけなきゃいけないし、色のバランスを見ながらやっていきます。で、あとはその下書きに書いてる線が来るところまで。で今これは濃い色を入れてるよね、茶色ね。で、これはね、縞模様の部分です、今。で、ここも今刺してるこの幅があるじゃないですか。でそこを太くしすぎちゃうと、当然太い縞模様になっちゃうし、そこの調整をしながらやっていく。で今は縞模様が入れ終わったから、次また明るい色を入れていく。これはね、今白い毛とお腹周りのそのグラデーションの部分を作ってるんだけど、作業やりやすいようにね、そういうところを先にやってしまって、で今さっきの続きをやっていきます。縞模様を入れたところに今度は明るい色を入れていく。で今少し濃いめの茶色が入りましたよね。背中の中心部にかけてどんどん色が濃くなっていくように入れてます。これもね、毎回僕作り方っていうかね、毛の入れていくパターン変わるんだけども、背中の中心部からね、濃いところから薄く入れていく場合もあるし、今回は背骨の部分は一番最後に入れる作り方をしてるんだけど、でね、ある程度いったらバリカンでカットしていきます。この前ね出した猫顔のね、短毛の植毛容量とかね、植毛の仕方の時も言ってるけど、このこまめにカっていくっていうことが重要かな。やっぱりそのベースの形を見失わないうちにカットをしていくっていうところです。でね、ちょっとね、このバリカンの使い方見てほしいんだけど、こう刈る時にこう一回グーってまっすぐ入れる距離が長いじゃないですか。スーッと入れる。このできるだけ長い距離を一気に刈ってあげると綺麗に段差なく刈れるので、そんな風にやってみてください。はい、そんなわけでね、今回は縞模様の入れ方っていうところでね、解説をしました。でね、今回のオーダー作品はね、こんな感じで仕上がってね、で、毎回そうなんだけれども、これね、僕一人の力で作り上げることは絶対にできないんですよね。で、何が必要になってくるかっていうと、やっぱりね、そのお客さん、家族の意見、アドバイスっていうのがものすごく必要になってきます。どっかの動画でも言ったかもしれないけれども、その修正って言われるところ、ここが似てないからもっとこうしてほしいです、こうやってくれたらもっと似ると思いますっていうこの意見をやっぱりね、オーダー作家を目指すんだったら決して、ね、嫌がってはいけないんですよ。この意見があるからこそ似せることができるから、だからその意見をたくさん取り入れて、もちろん技術的な限界もあるし、物理的にね、もうこれ以上修正加えれないっていうところもあるから、そこに限界はもちろんあるんだけど、でもできる限りね、お客さんの意見を反映させて形にしてあげるっていうことがね、オーダー作家のね、仕事だから、そこを嫌がることなくやってほしいな、そういう作家がたくさん増えてほしいなって思います。はい、そんなところで今回はね、植毛の解説というところでした。何かしらね、参考にしてもらえればいいかなと思います。この動画がね、よかったらいいねボタンと、あとチャンネル登録しなければね、ぜひね、チャンネル登録してこれからも見ていってください。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が
フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。